今回は日本ファルコムの現在も続いている名作シリーズイースの初期のそんなのあったなご紹介です。ファルコムの代表作の一本イース。当時の日本ファルコムは1984年にリリースしたドラゴンスレイヤーのヒットからザナドゥ、ロマンシア、ソーサリアンと進化の過程で両作アクション RPG メーカーとしての地位を築いていったように思います。そんな名作たちを出していたさなか、1987年にイースが発売されたのだ。アクションゲームでありながら難しい操作はいらず、敵にぶつかっていくことで攻撃ができるのが常に即死がそばにあるリスクと隣り合わせなシンプルで緊張感もあるシステムは遊び応えもあり、なかなか楽しい出来でした。イースの少し前に T&E からもハイドライドという似たシステムのゲームがありましたし、イースの前年にはゼルダの伝説が発売されてましたが、イースがそこらの2タイトルと大きく違っていたのは、ノリのいい名曲揃いの音楽とアクション RPG でありながら非常に魅力的なストーリー性があったところです。当時のアクションものはストーリーがあまりなく、ゼルダすらゲーム内ではそれほどストーリーが描かれてなかったのだ。当時ストーリー性で評価を受けていたのは FF やドラクエの2とかを筆頭にしたアクション性がない RPG だった中、アクションメインとしつつ設定やストーリーをしっかりと持たせた RPG になっていたイースはファルコムというブランド力と個性を示したタイトルだったと思います。そしてたくさんのハードに移植されリマスターされストーリーが続いていたイース2とセットになり、アニメーションムービーや名曲揃いの音楽を CD 音源にしてボイスまで入ったPC エンジン版のイース 1-2 はハードを牽引するまでの魅力を持ったタイトルに進化していました。そんなのあった缶メンバーシップでは限定動画や先行動画が楽しめます。ご興味ある方は応援よろしくお願いします。さて、そんなイース 1-2 の続編として登場するイース3ですが、当初はナンバリングではなくワンダラーズフロムイースとしてスピンオフのようにして PC88、PC98、MSX2、X68 で発売されました。スピンオフさも何、システムも大きく変わり、ザナドゥやソーサリアンのような横スクロールのアクションゲームとなってたのだ。そしてコンシューマーに移植され PC エンジンで91年3月に発売される時にタイトルがイース3と正式なナンバリングタイトルへ。さらにその3ヶ月後91年6月にはスーパーファミコンで発売され、タイトルがイース3ワンダラーズフロムイースと何度もタイトルが変わるという展開を見せました。ちなみにスーパーファミコン版のメガドライブ移植が91年11月に同じタイトルで出ているのだ。と、そんな中、スーパーファミコンで発売された3ヶ月後に、こっそりなのか、堂々となのか、91年9月、ファミリーコンピューター版のイース3が発売されました。タイトルがまた戻ってる上に、スーパーファミコン版の後にファミコン版が出るとか意味不明なのだ。ですね。とはいえ、おためごかしの移植ではなく、ハードスペック的に多重スクロールこそ断念しているものの、ゲーム全般の処理はサクサクと動くように作られており、非常に高ファミコンクオリティだったりして、なかなか資料価値は高いイース3になってる気がします。確かに今遊んでもファミコンゲームとしてはとてもよくできているように思うわ。そんなイース3の中古価格ですが、ハードによってもう全然違うのだ。イース3 PC エンジン版駿河屋中古価格960円。イース3ワンダラースフロムイーススーパーファミコン版箱説あり3180円。ワンダラースフロムイースメガドライブ版箱説あり21700円。そしてイース3ファミリーコンピューター版箱説なし7600円。箱説ありが在庫がなく、箱説に不備ありでも2万円となっており、通常備品だと3万円ほどのようです。中古価格の差はそのまま出荷本数なのかなとかも思います。メガドライブ版やファミコン版は
あまり売れなかったので、市場に少ないゆえなコレクター価格でしょうね。それはともかく当時も感じた記憶がありますが、今遊んでもかなり難易度が高い、優しくないバランスなのだ。とにもかくにもゲームシステムを一新した3は結果的には不評に終わり、正当続編を望む声が多かった中、システムを従来のものに近く戻し、ストーリーも2の後から始まる3をなかったことにしようとするかのようなナンバリングが出てきました。イース4ザ・ドーン・オブ・イースです。開発はイース1、2と3を手掛けたハドソンで、ファルコムが音楽と原案を手掛け、引き続き PC エンジンで開発となりました。しかし、このタイトル、そんなことあるのって感じで、スーパーファミコン版を手掛けたトンキンハウスが、そのまま原案と音楽だけ共有して、独自にスーパーファミコン版のイース4、マスクオブさんを制作。3のメガドライブ版をやっていたセガもイース4の開発を独自に始めてましたが、メガドライブ版は残念ながら発売中止となったのだ。何はともあれ、PC エンジン版とスーパーファミコンで、同時に同じ原作の別タイトル別開発で、イース4というナンバリングが作られたという変わったタイトルになりました。メガドライブ版も発売されてたら、3種類のイース4が出来上がるところだったのだ。さて、こちらのイース4は、別々で作られてしまったので、どちらが正式か、という話が出ることもあったのですが、元々の企画としては、ハドソンの持ち込みからスタートだったこともあり、PC エンジン版のザ・ドーン・オブ・イースの方が正式かと思いきや、イース6の時にファルコムがスーパーファミコンのマスク・オブ・サンが正式であると公式に認めたために、PC エンジン版のザ・ドーン・オブ・イースはアナザーストーリー扱いとなりました。皆さんはどのイース4を遊んだのだ。よろしければコメントで教えてほしいのだ。また、14年後に PS2 への移植もされており、そちらはそちらで、ちょっとプレミアタイトルになってしまっているようです。イース4、ザ・ドーン・オブ・イース、PC エンジン版、駿河屋中古価格、1520円。イース4、マスク・オブ・ザ・サン、スーパーファミコン版、箱説あり、8200円。イース4、マスク・オブ・ザ・サン、ニューセオリー、PS2 版、10200円。となっており、需要と供給的には、スーパーファミコン版が今も売れてる感じかもしれません。スーパーファミコン版のイース4は箱説なしなら1500円くらいから2000円くらいで買えるのだ。遊ぶだけならロムだけでも十分なのだ。静止ではなくなってしまってますが、PC エンジン版はグラも綺麗でボイスもあり、値段も安いのでお買い得な一本ではあります。そして1995年12月にナンバリングのイース5、失われた砂の都ケフィンが出ます。開発はコンシューマーではイースを初めてファルコムが自ら手掛けたのだ。なんか今見るとドットの感じがクロノとか FF っぽいのだ。このグラフィックの方向性で思い出したけど、クエストのオーガが発表された当時、スクエア社内でちょっと衝撃が走って、これに負けるわけにはいかんって空気が生まれて、グラフィックがぐいっと変わっていったみたいなことがあったわね。オーガは吉田画伯のセンス抜群の絵といい、発表初期から業界内でも大注目されてましたよね。缶は9代、イースが発売された95年12月というと、もうプレステやサターンが発売されていて1年が経っており、いろいろとそちらが盛り上がってる中、旧世代機のスーパーファミコンで発売されたナンバリングでした。3でのシステム変更が不評で、4ではベースを1や2のぶつかり型に戻していましたが、本家ファルコムが5では思い切ったシステム変更にチャレンジしていて、同ファルコムのブランディッシュのようなクォータービューで、しっかりとしたアクションであり、高低差もあり、ジャンプもできて、剣を振って縦防御もあったり、魔法錬金のシステムなどなど、これまでのイースとはだいぶ毛色が違いました。キャッチコピーは最後で最初のイースで、何が最後で最初と思ったら初めて
スーパーファミコン版もファルコム自らの開発で、それもスーファミ末期だから、これでスーファミイースは絶対最後だろうということで、最後で最初のイースだったそうなのだ。この後のイースは30年でナンバリングは5作しか出ていませんが、ファルコムの RPG 自体は英雄伝説の奇跡シリーズの方がメインになっていて、そちらは13作目が出ています。イースは毎度新しいチャレンジをしながら時間をかけてしっかりと作ってきてるイメージがあるのだ。間は9代、イース5ですが、発売から3ヶ月後に、突如、光栄から、イース5、エキスパートが発売されています。ちなみに、そんなのあった間には、そのエキスパートしかなかったので、動画でかけているのは、そのエキスパートなのだ。ちなみに、箱説はないのだ。このエキスパート、ただのバグ修正版かと思いきや、タイトル通りの難易度を高めたエキスパートモードに再調整されていて、さらに追加要素も入ってるという、ファンにもう一回買わせようとしている感、マシマシのバージョンだったりします。無印発売から3ヶ月しか経っていなかったこともあり、出荷も少なかったのか、とにも現在は無印の4から5倍の値段になってしまってます。箱説なしのロムだけでも、無印の箱説ありより高くなってるのだ。さらに10年後、4に続き、この5も PS2 でリメイクもされていましたが、こちらも出荷が少なかったのか、PS2 の中でも上位のプレミアソフトになっています。4も5もスーファミや PC 版を遊んでいたので、当時は全く気にせず買っていませんでしたね。買っておけばよかった系の一本なのだ。イース5、失われた砂都とケフィン、スーパーファミコン版、駿河屋中古価格、箱説あり、1800円。イース5、エキスパート、スーパーファミコン版は在庫がありませんが、箱説なしでも、負けプレで18000円。箱説ありだと、同じく負けプレで4万円となっています。備品の買取価格が2万5千円なので、普通に出てきたら5万円くらいになってそうね。イース5、ロストケフィン、キングダムオブサンド、PS2 版、31,400円。と、こう見ると、イース5は全体的に中古価格が高値になってますね。PS2 版は PS2 全体でも上の方のプレミア具合なのだ。ということで、イースのファミコン、スーパーファミコンの、そんなのあったのご紹介でした。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。